はい、どうも皆さんこんにちは、私です。今ですね、結構師走でバタバタ忙しくて、動画もですね、全然編集が追いついてなくて何十本と溜まっているんですけれども、そんな中でですね、この動画見たいですかって聞いたら、ちらほらと見たいですって言ってくれる方がいたので、じゃあせっかくならちょっと早めにね、動画を撮ってあげてみようかなと。この間のトラビスのスニーカーと同じ感じで、速報というかレビューを一応していこうかなと思います。で、今こうやって見てもらってわかると思うんですけど、箱が2つあるんですよね。名義の方はこっちなんで、ちょっとビリビリに住所の伝票のところが破れちゃってるんですけれども、これを開けてあげるとこんな感じでヒューマンメイドって書かれていて、未来は過去の中にありますよっていう感じで書いてあるんですよね。で、結構派手な箱だと思うんですけど、これが今回ナイキと2号さんがコラボして発売しているエアフォース3っていうんですかね。私エアフォース1しか知らなくて、3とか2とかあったんだと思うんですけど、それが発売されました。で、今回これ出るのが第2弾なんですよね。前回は結構カラフルな5色ぐらいのすごいド派手な色のやつが出てて、その時もですね全然買えなくて、しょうがないかなとか思ってて、そしたらまた今度第3色目かな、店舗抽選とオンライン販売があったので、オンライン販売は無理だろうなと思って店舗抽選の方に応募して外れちゃったんですよ。で、じゃあ今回も買えないんだ、無理かと思ってたら、オンライン販売の方を一応ダメ元でやってみたら変えてしまいまして変えてしまったって言ってまたトラビスの時みたいに何嬉しくないのみたいな思われちゃいそうなんですけど、すごく嬉しいんですけど、いやまさかいけると思ってなかったので意外すぎてですね、びっくりしてます。で、中を開けるとこんな感じでめちゃくちゃ可愛いアヒルカルガモみたいなポーチがついているんですよね。ノベルティみたいなのがついていて、あとはこれですね、これ中に入ってたのかな、一回ちらっと見ちゃったんですけど、このワッペンがついてるんですよね。前回は N マークのワッペンだったので NI ってきたら次は K とか E とかでナイキになるのか、それとも G とか O が出て2号になるのかわかんないんですけど、まだこれから先も別のカラーが発売されますよっていうことなんですかね。このワッペンだけいただいてもちょっとどうしたらいいのかなと思って、スタジャンとか自分でカスタムするように貼るんですかね。糊がついてるわけでもないんで、ミシンで縫ってあげればいいのかなと思うんですけれども、このワッペンもノベルティでついてましたよっていうことですね。で、箱は出した方がいいかな、めんどくさいか。こんな感じになってて、見えるかな、よいしょ。エアフォース3って書いてある中でこれですね、バーンと。めっちゃ可愛くないですか、この色。茶色と緑がベースになっていて、折れてる。茶色と緑がベースになってて、かなり秋冬っぽくて使いやすそうな色だなと思います。これが今回出たナイキと253コラボのエアフォース3っていうシューズですね。で、アッパーはですね、ここモケモケになってるんですよね。わかりますかね、腹子なのかな。で、ここもですね、型押しがされている革なんですよね。本革なのかな、合皮なのかな。天然比較革合成繊維って書いてあるんで、これ本革ですね。すごい。大抵こういうのって合皮が使われると思うんですけど、ちゃんと本革で作ってるのがこだわりがあるなっていう感じがしますね。で、あとはこの辺のツイルっぽい素材とか、スウッシュもヌバックかな、ヌバックっぽい革になってますね。で、まだついてますね。これピンズもついてますね。 G っていうピンズなので2号の G なんですかね。すごいいっぱいいろんなものつけてくれますね。で、タンの部分とかがナイキエアフォース3って書いてあって、タンの部分はまたこういうよくわからないですけど、こういう生地になってます。で、内側は緑ですね。すごく可愛いんじゃないのかなと思います。エアフォースって1が有名だと思うんですけど、3って普通に販売されてないのですごく珍しくて、色も落ち着いてるので、私みたいな普段モードっぽい服を着ている人でも意外と使いやすいのかなと思います。今季は特に茶色が私の中でのトレンドカラーなので、これはですねう
うまいこと履いていってあげたいなと思います。結構だる着というか作業着としてバブアーとかも普段着ているので、そういう気合を入れない日とかにも足元をこの子履いてあげたら、バブアーの色味とも全然合うと思うのでいいんじゃないのかなと思いますね。両足を揃えて見ていきますか。はい、両足出してみました。こんな感じになってますね。でさっき端の部分ちらっと見たんですけど、右足はエアーフォースって書いてありますね。左右でちょっと違ってるんですね。他には何か違うところあるかな。あとは一緒かな。多分あとは一緒なんじゃないのかなと思います。あ、かかとのそうだ、ここがナイキじゃなくて2号ってなってるんですけど、バージョンがですねこれ2個あるんですよ。この2号ってなってるバージョンと、さっき言ったその店舗で買えますよっていうバージョンだと、これが反転してて OGIN オギンって書いてあって、店舗で買えるのはオギンバージョンっていうものらしいんですよね。あとはスニーカーズでこの先販売されるらしいんですけれども、それで買えるのもこの2号バージョンなんですよね。だから店舗で買えた人はオギンで、オンラインとかで購入できた人はこの2号なんですよね。私的には別に普通に2号でいいかなと思いますね。オギンってちょっとよくわかんないなと思うので、全然2号で2号バージョンで良かったなと思います。で今回カラーがこのブラウンとアイボリーですかね、販売されたんですけど、私は断然このブラウンが良かったなと思います。でアイボリーの方がですねスニーカーズで販売されないので、ちょっとそっちを狙った方が多かったのかなと思いますね。なのでダメ元でやったオンラインの先着販売で買えたのかなと思いますね。それでもですねだいぶ早かったです。速乾みたいな状態でしたね。特にメンズのサイズは人気なので、結構エラーとかバグが起こりながら自分でも何をやってるかよく分かんなくて、気づいたら変えていたっていう状態なんですよね。ライニングも左右でそんなに違うとかないので、そんなところですかね。でさっき冒頭ですね箱が2個あって、ナイキの箱があったと思うんですけれども、よいしょ、これですね。実は今回このエアフォース3が発売されるのに合わせて、スニーカーズでですね前回のアパレルのリストクがあったんですよね。なのでそれを実は購入してあります。2号っていうロゴがついているスウェットですね。本当にシンプルなスウェットだと思います。サイズは L サイズですね。私が見た段階では赤とピンクと黄色が残っていて、L サイズはもうこの黄色しかなかったんですよね。スウェットだったら結構ダボっと着てあげたいので大きめがいいんですよね。 M でもいいかなとは思ったんですけど、もう赤もピンクも S サイズ以下しか残ってなくて、あと T シャツも欲しかったんですけど T シャツももうちっちゃいサイズしかなかったので、じゃあもうこの黄色のスウェット買おうと思ってこれを購入しました。二次流通価格とかは正直あんまり私2次で買うことがないのであんまり調べてなくてわかんないんですけど、普通に人気なアイテムだと思うので、その日はすごくラッキーが続いたなという感じですね。これは真ん中に2号ってバーンって書いてあるだけなんですけど、プリントがですねなんか発泡プリントみたいな感じなんですよね。なのでこれ結構着てたらボロボロになっちゃいそうだなとは思います。もっと普通のプリントだったら古着っぽくなっていった時にひび割れとかをしていい感じの雰囲気になるかなと思ったんですけど、発泡プリントってどういう雰囲気にエイジングしていくのかなとちょっとまだわからないですね。でタグはこんな感じで特製のバージョンになってますね。このスウェットもオギンバージョンが存在するんですよ。なのでオギンバージョンはこういうとこも全部反転してるみたいですね。私はこれに関しても2号バージョンでいいかなと思います。普通で可愛いなと。で袖のところにこういう刺繍がまた入ってますね。ナイキって書いてあります。ここの仕様もオギンバージョンはナイキじゃなくてオギンってなってた気がします。希少性で言うとオギンの方が多分数が少ないんだと思います。あれは店舗限定なので少しでも人と違うものがいいよっていう方はオギンバージョンを好むのかなという気がしますね。でこの黄色いスウェットこんな発色でだいぶ着るの難しそうだなと思うんですけれども、普段真っ黒な服ばっかりなのでたまにはいいかなと面白いかなと思ってせっかく手に入ったんでクタクタに着てボロボロにして薄汚れていくぐらい着込んでいってあげたらいいかなと思います。じゃあ早速ですね今買ったスニーカーとこのスウェットサイズ感がどんなもんなのかっていうのを着画で見ていこうかなと思います。
はい、着てみました。スウェットと靴をですね、一緒に見せてあげたかったので、この全体のコーディネートに関してはあんまり気にしないでください。なんか合ってなくないとか思っちゃうかもしれないんですけど、サイズ感とかを見せていくのに合わせて一緒に着ているだけなので。で、ここついてきたワッペンのサイズ感がわからないかなと思って、ちょっと安全ピンで一緒に留めてつけてます。こんぐらい大きいワッペンになってますね。なので本当にスタジャンとかの背中にカスタムしてあげる用のアイテムなのかなという気はします。このスウェットはですね、さっきもお伝えした通り L サイズを着てます。ちょっとダボっとしてますね。袖丈も長めで、袖で溜めてあげる感じで着たいなと思って L にしました。そんな違和感のない大きさだと思います。丈も無駄にこう長すぎたりしないで、ちょうどこの辺で短丈って感じたので、今風のボックスシルエットっていうんですかね、になってくれているかなと思います。ちょっとね、色は派手ですよね。結構白っぽい黄色なので、なんか着てったらもうちょいくすんでくれたりするんですかね。合わせ方はね、ちょっと考えた方がいいかなと思います。ちらっと調べたらそんなにプレネとかもついてなくて、やっぱりネイビーが人気ですごいプレネがついてるんですけど、黄色とかは定価と変わらないぐらいで購入することできるので、だから余ってて買えたんですかね。多分転売ヤーの人とかは転売に使えないからっていうことでスルーしたのかなと思います。普通に欲しい人は全然いいと思いますね。これ可愛いと思います。派手だから人気ないのかなという気はするんですけど、他のピンクとかグリーン、赤とかも意外と全部使いづらいなと思うので、ネイビー以外だったらどれを選んであげても好みなのかなという気はしますね。生地はですね、結構なんか裏起毛のあったかい感じになってます。なのでちょっとフェルトっていうのかな、見せてあげた方が早いかな。こんな感じでちょっとモケモケしたフェルトっぽい感じの生地なので、あったかめではありますね。そんなところかな。色味とかサイズ感はこんな感じでドロップショルダーになっていて、でこの袖の鎌下っていうんですかね、これもかなり深めになってますね。なので上からなんかコートとか袖の細いものとかの下に着るにはあんまり適してないかなと思います。1枚で着てあげるか、上から何か着るんだったらなんかガバッとしたアイテムがいいのかなと思いますね。で背中とかには別に何もついてないですね。プリントとかもなくて、胸のこの2号っていうプリントと袖のナイキで刺繍ぐらいですかね。で靴に関してなんですけど、ちょっと黒タグついたまま今急遽通ってるんですけど、こんな感じですね。特に話すことあるかな。履いてみた感じとしては結構ゆとりがありますね。エアフォースの系列だからなのかわからないんですけど、結構ゆったりとしたサイズ感かなと思います。大きすぎるっていうことは別にないですね。幅は広めって言えばいいのかなっていう感じのサイズ感かなと思います。紐ですよね。ここ上までちゃんと通してあげると、私は1個下まで通してるんですけど、そうすると単のこのプリントが見えなくなっちゃうので、ここをね見せてあげたい人は緑のハトメの部分までにしてあげるのがいいのかなと思います。そうするとちょっと履き心地としては緩くなるのかな。ただ端の部分にさっきお見せできなかったんですけど、ゴムバンドがついてるんでベロンとなっちゃったりはしないと思います。そのゴムバンドもきつくないんですけど、紐をね緩めに履きたい人にも向けて設計されてるのかなという気はします。で私はこれマイサイズでいいかなと思います。きつすぎるとか大きすぎるっていうこともないのかなと思います。エアフォースとダンクでハーフサイズ変えてる人とか、エアフォース大きめだからマイサイよりハーフ下げてますよっていう人いると思うんですけど、それに関してはどっちがいいかな。私はエアフォースもダンクも同じサイズなんですよ。なのでそこで迷うことはなかったんですけど、エアフォースのサイズよりかはダンクのサイズにしてあげた方が安心かなという気はしますね。これもトラビスと同じ感じでちょっとミッドカットっぽいじゃないですか。もってりとしてて割と構造が似ているのかなとは思うんですけど、なので最悪ちょっと大きくてもギュッと縛ってあげることもできますし、あとはゴムバンドもついてるし、それこそインソールを入れてあげる感じでもいいのかなと思います。結構これボテッとしてて可愛いっていうスニーカーだと思うので、どっちかで悩んだらエアフォースのサイズ感よりダンクのサイズ感かなっていう気がします。
サイズが小さくて上げないときついですよってことはないと思います。基本的にマイサイでいいんじゃないのかなと私は思いますね。例えば今こんな感じでここを見せたくて紐を緩くしてあげると、かかと浮きっていうんですかね、歩いてて若干かかと浮いてきちゃう感じがするので、それはそうなんですけど、大きく履きすぎるのはちょっとやめた方がいいかなとは思いますね。ゆるっと履きたい人はその辺気にしないのかもしれないんですけど、私は気になっちゃうので紐も上まで通すし、マイサイでいいかなとは思いますね。普段どのぐらいのサイズ感でエアフォースとかダンクを履いてるかによりますね。ダンクを緩く履いているんだったらエアフォースのサイズ感でいいかなとは思いますね。ちょっとその辺は本当に人によるので難しいかなと思うんですけど、タイトすぎることはないと思うので、マイサイで選んであげるのがいいのかなと思いますね。あと紐をねちゃんと縛らないと足が前滑りするっていうんですかね、こうで止まってくれなくて前の方につんのめっちゃう感じがあるので、もしかしたらそれでつま先当たっちゃうっていう人はいるかもしれないですね。紐を緩めにして履きたい人はその辺はちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。今ゆるゆるにしてるんですけど、割と足が前の方に滑る感じはあるので、当たっちゃうことはないんだろうなとは思うんですけど、サイズをね下げすぎてそうなっちゃわないようには気をつけてあげたらいいかなと思います。でこのソール裏の形ですよね。今までのちょっと汚いな、ダンクとかエアフォースともちょっと違う感じのパターンになってるので、なんかゴムとかをソールプロテクターとかを貼りたい人は今まで出ている既製品だと合わないと思うので、何にでも使えるシート状のやつとかをかかとに貼ってあげるぐらいでいいのかなと思います。この辺に貼ってもねなんかグリップ効かなくなっちゃいそうですし、かかと削れだけを気にしてあげればいいのかなと思います。そんなの気にせずガンガン履いてきますよっていうのが一番適正かなとは思うんですけど、多分プレネついちゃうと思うので、大事に履きたい人はかかとだけでもなんか貼ってあげるのがいいのかなと思いますね。そんなとこですかね。長々としちゃうと編集大変ですし、他にもねいっぱい動画溜まってるので、ちょっと今回は簡単にこんな感じですよっていう動画でした。他に何かあるかな。替え紐はですねついてなかったです。ついてたのはピンズとワッペンとヒューマンメイドのノベルティですかね。多分ナイキで買うとヒューマンメイドのポーチはついてこないんじゃないのかなという気がします。そんなとこですかね。今日はちょっと本当に忙しくて最近駆け足での紹介になっちゃったところもあるので、言葉足らずだったりここの紹介してほしいよっていうとこが抜けちゃってるかもしれないんですけど、ざっと見た感じでは今ご紹介した通りですね。端の部分とかも近くで見せてあげるとこういうデザインになってますね。さっき紐ついてて分かりにくかったと思うので、せっかくならと思って撮ってみました。インソールもちょっとあれなんですよね、森っぽい感じになってるインソールなんですよね。あとは端の部分、サイドの部分はまたこの腹子になってるんですよね。だからこの真ん中のところだけメッシュになっているのかなと思います。腹子はねちょっと荒々しく使いすぎると剥げてっちゃったりすると思うので、多分このシューホールのところは使ってるうちに毛が抜けてっちゃうのかなという気はするんですが、あんまり気にしてもしょうがないと思うのでガンガン使っていこうと思います。今日は駆け足になってしまったんですけれども、2号さんとのコラボエアフォース3をまさか手動で購入できましたよっていう動画でした。この間のトラビスとちょっと似たような立ち位置になるスニーカーかもしれないんですけど、ローテーションで履いていってあげようかなと思います。ではまた何かありましたら動画投稿していきます。年末にね貯めてるやつをいっぱい投稿できたらいいなと思ってるので、よろしければ高評価とかを押していただけるとモチベーションになるので、コメントとかもいっぱいしてください。ではではまた。